ちは。今日は、ミニマリストや物を手放すことに興味がない方はあまり無理して見なくてもいい動画です。なぜかというと、私自身が4年前までそちら側というかあまり興味がないっていうタイプだったからです。で、本当に物を極端に減らしたりすることが本当に意味が分からなかったし、魅力も本当に感じなかったんですね。4年前にミニマリストであろうお宅の写真を見た時に、そんなに減らす意味も本当に分かんないし、あの頃の私は本当ごめんなさいって感じなんですけど、なんかつまらなさそうだなって、住んでて何もないからつまらなさそうっていうイメージだったり、何のメリットがあるんだろう、こんな何もなくてって。もともとたくさん例えば靴だけでも100以上のものがあったり、服とかそういうアクセサリーとか全部ひっくるめて1000以上のアイテムを私は所有していたので、そんな私からしたら何のメリットも感じないっていう、そういうあまりいいイメージではなかったんですね。だから今の自分に、こんなものを減らした自分に結構驚きもありますし、でも実際今になって冷静に考えると、今日本って本当ね、こんなものとか情報だらけの世の中なんだから、飽きちゃう、ものとか情報に多すぎて処理しきれなくて。だからこうなってもしょうがないし、当たり前なのかなとも思いますね。今だとこうなってもしょうがないことなんじゃないかと、自然な成り行きなのかなとも思います。で、物を減らすことと同時に、目の前にかかっていたどんどん物が減っていって、それまでやっぱごちゃごちゃだったんですね。心の中もいろんなことに、気を取られて、いろんなものに気を取られて、例えば高かった服が一つあって、で結構高かったとするじゃないですか、その服が。そしたらこの服高かったなとか、思い出の場所で買ったなとか、その時の思い出が蘇るわけですよ。高かった風景、誰かといってすごいいい思い出があった、海外で買ったちょっと高めの服とかで、物もいいんだよなとか、もう本当考え出すとキリがなくて、一つの服にすごい時間取られるんですね。で、それがやっぱ何十着とあったわけで、だから本当に気に入って、本当はたくさん着てあげたいのに、なぜか着てあげれなかったり、その矛盾、自分の中での矛盾にもやっぱ苦しみましたし、手放したいんだけど高かったからとか、そんな理由でもったいないな、いやまだ着れるもんなって、まだ1回2回しか着てないしっていう風に思うと、本当にキリがなくて、もう永遠ループですね、そこの。それを本当に何年もの間私は繰り返していました。
でなので同時にこう目の前にこう減らしてきてものを、そうすると他のことに目が行き届くようになるんですね。そうなると同時にこう目の前にかかっていた霧がこう少しずつ少しずつ薄くなって、本当に自分が求めているもの、大切にしたいものがこう見えてきたかなとも感じてます。で、捨てたり手放すことが大事なんじゃなくて、それが大事じゃなくて、大事なものはこうもっと根っこの部分なんだなとも思います。なぜこんなものが増えてしまったのかっていうところでやっぱ向き合わざるを得なくなるんですね、ものを手放す時に。で、その時にこれは自分を見つめ直せるチャンスだなって、だからそのチャンスを掴みたいなって思ったんですよね。大事なものをちゃんと探し出したいから。でそのチャンスを掴みたいがために今物から私は離れているんだなって思いました。なので私は服とかもやっぱり大好きですし、好きなんですね。でもやっぱその中で本当こだわったものの中だけでこうすごい狭いこのピンポイントの中で暮らしたい。好きな服だったらたくさん着てあげて、いっぱいこの気に入った服を着れて幸せだなとか、お気に入りのカバンがあったらしっかりやっぱ使ってあげて、雑に使わないで丁寧に使ってあげて、そうするとやっぱり幸福度が上がると思います。不思議なんですけど、この物を手放したりすることがこう自分を見つけるっていうことにつながったってことがすごく収穫でしたね、自分の中での。でよく最近はあんま聞かないんですけど、こう自分探しをしたいから一人旅行きたいですとか、一人旅行ってきますたまにしか行かないけど行きたいんです、自分探しの旅に出たいですとかよくね聞いたことがあるんですけど、旅行とか物買ったりとかってどうしてもやっぱりお金がいるじゃないですか。絶対準備しなきゃいけないわけですよね。このヒッチハイクの旅とかだったら別だと思うし、全然ねいろいろ発見があると思うので全然いいと思うんですけど、そういう旅だったら、お金がかかんない旅だったら。でもやっぱり旅行とか、飛行機とかでどっか行きたいっていうことだったらどうしてもお金がかかってくるじゃないですか。こう唯一お金を使わずに0円でこの物を手放したり、この片付けたりすることは自分探しってちょっと面白い言葉だなって思うんですけど、でも自分の大切なものを見つけることができるっていう行為だっていうことに気づいたので、お金もかからないですし、で幸福感も得られる。昔の私は、時間さえあればすぐに街に繰り出してでいるのかいらないのか分かんないような服を買って、流行りのものとかもそうですね、可愛いなとか、例えばセールの時とかはもうあれですよね、もう安くなってるって理由でやっぱ買ってしまったことも本当にありますし、でもやっぱりこうなんでそうしちゃったんだろうって思うと、やっぱこの本当にその服が欲しかったんじゃなくて、その時の心を埋めたい、心理的にもらしいんですけど、服を買う時はこう一瞬なりたいって思う自分になれるっていう錯覚で服を買うらしいんですね。いやそれまさ
さにそうだわって思って、何かに、私は多分何者かにこう一瞬錯覚して勝てたんだと思います、本当に。なので今思うことは本当に何年か前の自分に伝えれるなら、どんな自分に見られたいかじゃなくて、どんな自分でいたいのかって、そう伝えたいですね。こんな感じで今日の動画はいかがでしたか？私は本当昔のことを振り返ると、負の永遠ループ、無限ループから抜け出すことができて、本当に良かったなって今本当にね噛みしめてます。また質問などございましたらコメント欄やインスタグラムの方でもコメントを開けてますので、気軽にコメントもらえたら嬉しいです。ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。